川名さん、お久しぶりですね。いや、本当ご無沙汰してました。今ね、たわごとでこれ今日撮るんです。でね、やっぱりね、みんなが今向かわなきゃいけないのは一体性だと思うんですよ。要は天が、神が求めてるとか宇宙が求めてるなんて呼んでもいいんですけど、求めてるのが一体性なんですよ。でも僕らは自我性で生きてるわけですよ、人類は。そうですね。そうするとうまくいかないんですよ。向こうが天が求めてるのは一体性なんですよ。でも僕らは自我性で生きてるわけですよ。そこを今日話せたらいいなと思うんですよ。それなかなか一般の人は分かりづらいですよね。そうですね。僕らも精神世界も長いから、で精神世界、宇宙と呼んだりこの世と呼んだりこの世界神々と言ったり一体性の世界だと思うんですよ。一体性っていうことは愛の世界。一体性、要はでも僕らは自分が良くなる、自分が安全になる、自分が得するっていうロジックの中で生きてる。それが合わないんですよ、宇宙と。なるほど。ここがポイントだと思うんですよ。で宇宙と合わないことをしていると、宇宙というか神と合わないと言っても何と呼んでもいいんですけどね、合わないことをしてると思ってないんですよ。どうやったら自分が良くなるんだ、自分の望みが叶うんだ、成功するんだ。事業家だったらどうやったら事業が成功するのかとか。まあ川名さんはあれの大先生ですよね。要はね、何でしたっけ？オーガニックとかね。オーガニックの次の世界ですね。世界ね。ところがでこれでいろんな嫌なことがご家族のこととかでも何かあれば何が敵なんだって普通に思うじゃないですか、誰でも。したらそれが食べ物だとか、まあ事業家だったらやってる仕事がとか。ところがそれは一体性だから宇宙はどうでもいいわけですよ。いや、そう思います、僕も。ね、宇宙はどうでもいいと思ってるから自我でバリバリやったらやっつけるんですよ。戻そうともまっとうに一体に戻そうと思うわけなんですよ。ね。わかります。そうすると自分が望んでるようにならない。でそのことを人類は知らない。だからあっちこっちでいろんな問題が起きる。一体だと思ってないから、人類は。そうですね。自我だと思ってるから、自我が勝つ、良くなるね、自我の望みを叶える。自我の望みを叶えない生き方が大事なんだと思うんですよ。そうおっしゃる通りだと思いますね。もう正直僕もそのオーガニックとか、体に良いものが人類が必要とするものだ、それは間違いないですよね。ただね、オーガニックの次の世界って先ほど言いましたけど、栽培方法で言えば自然栽培って言うんですが、僕はその栽培法と出会ってちょっと自分の価値観が大きく変わった、いわゆる一体性を見出した瞬間があったんですよ。でそれは今までは虫や病気、農産物に対するものに対して敵対していて、それらは悪いものだと、なので農薬とかでやっつけることが正義であるみたいな論調だったと思うんですね。で実はオーガニックの世界もまだそれが残っていて、そうだよね。でそうじゃない次の世界観っていうのはその虫や病気はもう必然で、大自然が、ある意味用意したものって言ってもいいかもしれませんけども、その人間が
汚した大地を正常に保つための存在だっていう価値観を、まあ、ちょっと学んだことがちょっときっかけになってるんですけれど、でその自然の状態を壊した張本人が肥料だっていう考え方だったんですね。でもう良かれと思って肥料を入れる。でも生産性は絶対上がるから、損得感情で言ったら目先はプラスなんだけれども、でも違う目で見た時、天の目で見た時と言ってもいいのかな、おそらくその大地を人間の都合で汚したと、不自然な状態にしたと、でその不自然な状態を元に戻していく役割が害虫と呼んでいる連中だったり、ウイルスだったり、さまざまな病原菌だっていう発想っていうのは、もうこれからの僕人類に必要な考え方だと思っているんですね。だから今までは悪だって言ってたものが、違う目で見たら、それは正義だったかもしれないし、だからなんか善と悪っていう分け方がすごく世の中の、まあ、軸になってると思うんですけれど、その見方って多分人間サイドから見る目と天とか自然とか神から見た目とは全く逆、その世界観っていうのは本当僕の中ではすごく一番大事なことと思えたので、もう善も悪も全部ひっくるめて一つのこの地球が進化するとか正常化するために必要だっていう認識、まあ、この世界観をもしその農業をきっかけに医療の世界にそれが転じていったら、病気も悪じゃないっていう価値観になるんですね。要は自分の体を汚すか汚さないかみたいなだけであって、どっちが悪いじゃなくて自分が自然を保っていれば、そういう病原菌にしてもウイルスにしてもいろんな病気に対しても存在 しなくなってくる、なので僕の、まあ、夢っていうかプランっていうか、まあ、人類にもうそういう病っていう存在がどんどん消えていく、でこれはもう自然界の摂理を理解できたら多分そんなに難しい話ではないんじゃないかなって思うんですけれど、まあ、その辺はもうマスターも同調して当然いただいていたと思うんですけど、まあ、大事なのは一体性なんですよ、全て一体性が向こう側の考え方なんですよ、そうですよね、だけど僕らは自分の自我の目で見て物事を、自我にとっていろんな自我にとっていいとか悪いとか敵とか味方って見るんですよ、そうですよね。そこがね抜けらんないとトラブルは抜けらんないんですよ。僕もそう思います、要は病原菌とかねなんとかとかっていうよりも一体性がないと天は優しくまた厳しくメッセージしていくんですよ、目覚めろって。一体性が戻れば事業家は大成功しますし病気も成功しますよ。一体性が戻ればね、でも一体性にじゃないものに執着してると、いやそれ違うよと、一体性に戻りなさいと。一体性に戻るというのはどうでもいいってことなんですよ、それに対して。はい、どっちでもいいとか、どっちでもいいどうでもいいとか、だからちっちゃい時に傷を受けるでしょ。例えば差別されたとか、そうするとね人間っていうのはそれが敵なんですよ。差別が敵、そうすると喧嘩強くなろうとか負けないようになろうとかって考えるわけなんですよ。で傷がない人は何も考えないんですよ。よくしようと思わないんですよ。そうするとよくなんですよ。
よくしたいと考えてるとよくなんないんですよ。なるほどね。よくなんない、要は傷がない人はよくなろうとしないんですよ。そうするとよくなんですよ。なるほど。健康にもなんですよ。で当然ね、川名さんがやってらっしゃるような自然療法とかそういうのは絶対いいものなんだけど、そこに分離一体性のなさが関わってきちゃうと足引っ張るんですよ、せっかくのいいものが。だからどうでもよく、簡単に言ったらどうでもよくなった川名さんが自然療法やってたらもっと効果出るってことだそうか。そう最近でもね、どうでもいいとかでね、どっちでもいいっていう境地になりつつあるんですよ。もう年だしねもうその辺は全部もう天に任せて、そうもうこっちが判断するっていう軸をもう捨てちゃおうみたいな、それがいい。だから僕友達として見てて、若い頃戦ってたじゃん。結構ね、やっぱりすごい勝負師というか、やっぱりリーダーだよ、一番の。で悪いものを退治してくれてた人なんだけどでもそれって本質的な精神世界から見ると、逆効果な部分があるんですよ。川名さんってすっごいパワーのを遮っちゃう。それは友達として僕はずっとそういうふうに思っててやっぱりね、マイナスの部分もあるよね。そりゃそうですよね。そんなにもうだってもう寝ないで働いてたよ日本中回ってたもん。実際にさっきのその自然栽培っていうのは世の中からしたら全く真逆なね発想だから、ちょっと最初はそこはね戦いましたよね。戦ってた。だけどどんどん年取ってくるっていうかでもいいことだから、戦わないで勝ってほしいよね。要はいいことだから。でもね、その自然栽培に最初習った時にね、この農法は戦わない農法なんだぞって言われたの。戦わない弁護士みたいなねなんかだけど戦わないでただただ、そうだな、おとなしくしてたら広がらないし、その辺のバランスっていうのがやっぱり僕の中でもあったんですよ。それでも必要なもんだからね、人類にとって川名さんがやってたことは。だけど効果がね、効果が弱まるんだよね。せっかくやっても効果が1じゃね。そう本来だったら10だったはずが。そうだからもうちょっとね、だからそれは許し一体性、一体性なんだから、一体じゃないものを叩いちゃうとやっぱりマイナスになるっていうことを人類がもっと知ってね、川名さんなんかやってるのすごい重要なことだから失敗しないでうまくいってほしいんだよね。ありがとうございますだからサジェッションとしては僕はトレーナーだから心のことばっかりやってるから、一生懸命やればやるほどダメになるっていう法則あるんですよ。すごい一生懸命だったもん本当に僕の家にもさ来て説明してくれて、でも勉強になったよ本当に。いやもう偉そうになんか今思うと恥ずかしいですけど、本当に。ただその一点だけね、今人類は川名さんはそんな大した問題のない仕事をしてんだけど、やっぱりみんなね一体性を知らないから、なんで頑張っちゃいけないんだ、なんで良くなろうとしちゃいけないんだ。いやそれは良くなろうとすると天を嫌がるからね、それはどうでもいいラフな雰囲気で、勝ち取るものじゃなくて得られるものみたいな、そう自然と湧いてくるものっていう世界観だよね。それが、友人としてはね、僕は職業が長くトレーナー世界中回ってトレーナー業をやってましたからね、若い頃は。一番重要なのは人類にとって今もうあらゆる人が悩んでる人多いですよ。どうやったらうまくいくのか、成功するのか、トラブルが避けたいとかね、やってることでそれで頑張り屋なんですよね。頑張っちゃダメなんですよ。頑張るのは自我のために頑張ってでしょ。それ嫌うんですよ天が。
だって自我の世界じゃないから。そうですよね。他のために尽くしてる人はね、まあ川名さんの場合両方だからね、他のためにね尽くしてる場合はいいんだけど、自分のトラウマや傷からねバリバリやってるとね、それはね問題になっちゃうんですよ。それね、天はね一体性が好きなんですよ。自分のことをやっちゃうと、だから僕なんかね分かってるからね、自分のことをやりたくてもやんないだよ。やると絶対メッセージ来ちゃうからね。自分のことはやんない。他のために尽くす方がね、天が愛してくれる。じゃないとね、トラブル来てね起こさないとって勘違いするんですよ、天が。神がこの人起こさないとダメだね、起こさないと、目覚めさせないとそれで痛い目に遭わせるんですよ。でうわーって痛い目に遭って、うわーなんだって思うでしょ。そうすると必ず一体性のなさなんですよ。それが僕が精神世界に学んだことですね。なるほど。若い頃ね。でみんなそう、もう事業家なんかもうみんなそう、もう必死だもんみんな。上場すんだ、なんとかだ、勝つんだ、友達にも負けたくないし、いとこにも親戚にもってやるでしょ。そうすると君ちょっと一体の世界だよ、っていうメッセージ来て、ちょっと痛い目に遭わそうかって来るんですよ。それが20代の僕の学んだことなんです、精神世界でね。でも川名さんは精神世界の人間じゃないからね、当時の食のことをおやりになってたから正しいし、それ直さなきゃいけない人類が、ことなんだけど、それがそこに自我が絡むとやっぱりメッセージ来ちゃって、なんか大丈夫かなって僕はちょっと友達だから心配になったりする。そうですか。はい。それはありがとうございます。だからそれがないだけでね、そこを意識してね、自我の徳を考えないようにしたらね、川名さんなんか大成功者になっちゃうよね。今でも大成功なんだからさ。とんでもないです。まあ僕言ったじゃん、当時もこの会社伸びるよって、ね、川名さんの会社伸びる。僕は事業家だからね、わかる。だけどね、強いんだよ、直そうっていう世の中を変えたい的な。そう変えたい的がそうするとね、天は嫌がる。まあそれはもうね、だって天がすることですからね。そう僕がすることではないっていうのは分かってはいるつもりなんですけど、にじみ出てるんでしょうかね。にじみ、今は知らないよ。当時ね。当時、僕だからなんかいろいろとねことあるんじゃないかなとかね、家族の問題とか、まあ親しかったからね、娘さんも息子さんも僕はすごい可愛がってたから。そうですね。だからもう2人とも今会社に入って、そう、そうなったんだ。一緒にやってます。優秀だからね、2人は。そうですか。だからあとはね、野心を持たせないようにしただけでいいんだよ。川名さんのところはそれ以外問題ないから。ただ自我の野心っていうのはね、みんなやばいんだよ。ちっちゃい時にね、辛かったこととかそういうのでね、もう天にそれでね、天からやられるんだよ。天はすごいよ。何しろ一体じゃないことしてる人をね、改心させるんだよ。一体の世界なのにそうじゃないって信じてる人たちに目覚めさせようとするから、僕なんかいつもそれ気にしてる。いつも。これって自我じゃないって、俺の自己拡大じゃないって、自分の恐怖、ちっちゃい時の恐怖じゃないって、だからそれやめないとやばいぞって、これはね、絶対体得してもらいたい、絶対大成功するからね。やってることが人類にとって大事なことなんだよ。すごく
人類にとって大事なことだって、あの当時お金で結構きつかったじゃない、今もですけど、会社をさどうするかって俺も相談を受けながらさ、だけどそれを解決するのはね、自己拡大やめちゃえばもう即だよ。やめてるつもりなんですけどね。いや全然甘いよ。甘い、僕なんかいつもそればっかり考えても、自分が自己拡大しないように、自分がエゴ化しないように、自分の野心恐怖だからね、エゴってちっちゃい時怖かったこととか辛かったことがエゴだからね、そんな簡単にやめられるもんじゃないんだよ。それやめられてるっていうこと自体がていうかそんな簡単にいかないだろうって。辛かったことをちっちゃい時巨人見たらでかく見えるみたいにそれだもん。だからそれでいいのよ。怖くていいの。でも怖い、俺怖いよ、成功しないの怖いよとかさ、可愛い娘と息子さ、大事にしたいじゃん。特にしたいお父さんだよ。だからやっぱりさ、それは怖いよ。やっぱり成功して見せたいよ。息子にも娘にも継がせたいよ。それを全然川名君絶対普通だったよ、あの当時。ねえ、立派だなと思ってたし。ただ僕その法則気になってて、ちょっとあの当時言えないで、あなた忙しくてさ、スターだったからさ、僕はあんまり言えなかったけど、まあ今言うよ。自我のね、拡大っていうのは恐れから来てんですよ。ちっちゃい時怖かったことでね、暴力が怖かったら暴力身につけようとかね、みんなそういう、それがね、天が嫌うんですよ。で、俺正しいことやってるのになんで応援してくれないんだと思うんですよ。正しくないんですよ、それが。天はみんなが良くならないと嫌なんですよ。もう一人勝ちしてたじゃん。そんな、いやそうだよ、一人勝ちしようとしてたよ。それちょっと言い過ぎ。いやでも僕してたもん。だからダメだった、若い頃は。今もうね、全くそういうの望んでないよ。だからね、もう良くなってばっかりだよ。ああ、よかったですね。だからもう病気になってもね、病気の数値がね最高にいいんだよね。何の病気、この年のおっさんの病気が一切ないの。だからそれなんでね、野心持たないようにしてんだよ。それはね、川田さんとの共通の病気だからね。もうね、望まない方がいい。望まない努力がいるんだよ、天には。絶対望んでっから。そっか。望んじゃうのよ。自然なのよ、それが。そうですね。だって自我の世界だもん、この世界は。自我が良くなるってみんな信じてんだよ。だから世界がみんなうまくいかないんだよ。マンさんどうやったらうまくいくんですか、成功するんですか。自我持たなきゃいいんだって。だけどなかなか消えないんですよ、それが。自我消えたりする、なんか飲んだら自我消えるような薬発明しちゃって、ナチュラルハーモニー、自我消えますって言ったら、それが最高に成功の法則なんですよ。もう部分がみんなが良くなる、みんなが得する、みんながうまくいくっていうのをやれば絶対うまくいくんですよ。息子ちんも娘ちんももう最高になる。最高のお父さんで最高の仕事してんだもん、世の中のためになる。だけど川名さんのね、傷があるんだよ、子供の時の、愛する人を失ったね、そこがね、きついんだよ。なんか自分の今の健在意識にはあまりないんですけどね。健在意識にはないと思うよ。ね。だけど結果が出てないんだったら、僕知らないからさ、その最近の御社の結果をね、あの時はあんまり良くなかったんだよ。そうですよね。会社どうするか閉めるかって悩んで僕は相談を受けたからね。今は違うのかもしれないけど、その一番大事なことは自己拡大、自我。これみんなそう、見てる人もう80億人見てるけど、
みんな自我の天が自我が嫌うんだ、一体が好きなんだって、これだけだよ。天が神が一体が好きなんだって、自我が嫌いなんだ、自己かけが嫌なんだって、自己野心が嫌なんだっていうことさえ知れば絶対うまくいくんで。はい。まあ確かに本当僕も将来の社会をああしたいこうしたいみたいな欲求みたいなのはどうしてもね、でもねそれはね愛する人を失ったとかね、ちっちゃい時のこともあるかもよ。それはね傷になってるからね、あんまりそこはね抜いた方がいいよ、エネルギーを抜いてもね十分すごいからしたらもう耳もでかいしね、もう大金持ちだよ。いや上場すると思うよ。だから見てる人も川名君の会社の株買った方がいいよね。もう本当にそれだけ伝えたいだけ今日は来てもらったのね。そうだったんですね。そうあの時僕相談受けたのにちゃんと言えなかった。で息子ちんと娘ちん可愛がってなんかねあれしちゃったんだけど、でも川名さんは大成功するよ。だってやってる仕事が人類にとって絶対的にいるものだもん。だけど絶対的にいるんだけど、傷がさ野心になって天から狙われるなって撃たれるなっていうね。そうですか。本当ね自分の中でそのつもりはなくてもやっぱりなってるんでしょうね。つもりない人いない、みんなやってるよ。意識はね実はしてたんですよ、そこの部分、でもそれがまだ解き放たれてない。そう薄い薄いんだねもうバッチシいった方がいいよ、したらもうね大成功だって。それ以外のものないじゃん。あの時も話したじゃん。お姉ちゃんのこと以外ないじゃん。まあねないよ。それが未だに引きずるのは当たり前、それをねなくせると思うのが甘いよ。なくせない。僕だってなくせない。昨日ねいとこに会ったんだよ。でいとこビクター少年合唱団で歌を歌ってて「きよしはははは」ってステージでね羨ましかったよ、それが自分が芸能人になった理由なんだよ。で昨日会ってねやっぱりね嫌だったね、いとこがね。そのいとこだけだけどね、やっぱりね悔しいんだよ、注目されててね、貴司がね可愛くてね 美男子でね、で開成で東大でもう今理科大の経営者みたいになったけどね、教授だったんだけど、でもあいつも親から勉強しろって僕とのように自由じゃなかったからね、まあうまくいってないけどねと僕は思うけどね。やっぱり可愛かったけどね、可愛さも負けず嫌いだと失う。天はね負けず嫌い嫌いなんですよ。でも人間界では負けず嫌いになれとか頑張れとか言うじゃん。そうですね。それがね、ダメなんだ、負けず嫌いになる。どうでもいいって。川名さんが最近どうなの？どうでもいいですよ、やってないですよって。ああじゃあ成功者だなって思うよ。なんかもうどっちでもいいんだろうな。そうね、もうそれの方がいい、それをもうちょっとじゃあ強くそうやってほしいのよ、やった方がいいですね。やった方がいい、でやっぱりねお姉ちゃんのことももっともっと認めた方がいい、僕なんかみんなに言ってるもんだって。そのいとこがね「ああ」って歌ってんのね羨ましくてね、自分はマースになってんだからさそうだね、そうだよ。その子供の時のってでかいんだよ。お姉ちゃん救いたかったんだよ、助けたかったんだよ、愛しかったんだよ。何よりも可愛がってくれたじゃん。そうですね。それでだからあなた一流のすぐところにいつもいるんだよ。もうすぐなれるようになってんだよ。
まあ、それもじゃあ天にお任せしてそう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 どっちでもいい楽な感じでいった方がいいよ、もですね。う十分うまくいく。わかりました。はいなんか変な説教みたいになるねいえいえいえでもね呼びたかったんだ。それ俺言ってないであの時終わっちゃったじゃん、なんかあんた忙しかったんだよ。日本中回ってたんだよ、そうです。車でそうでした夜中に。それでさ僕のとこも来てくれたけどさ素晴らしい話してくれたんだけどさ本人大変だなと思ったんだよ。あれはお姉ちゃんだなってお姉ちゃん愛しいんだなってあれ思いました。思ったよ。僕トレーナーだからさお姉ちゃんのためにあれ夜中にも車走らしてこのいやお姉ちゃんのためにやってたんだよ。それ認めた方がいいよ、俺お姉ちゃんのために今もやってんだよって。そしたらねヒューって楽になるよ。お姉ちゃん愛しいんだって可愛がってもらったんだ恩返ししたいんだよってもう感動するしね周りもみんなもう泣きたくなるもんだってそれがあなたの素晴らしさなんだって、それをね否定しちゃダメだよ。認めないとお姉ちゃん愛してんだって感謝してんだって恩返ししたいんだよって、それが私のこの会社の経営の理念ですって言ったらさ、かっこいいじゃん。そうですか。かっこいいよ、素敵だよ。カメラマンの人泣いてるもん本当よ。俺それねずっと気になってたんだよ。10年経つかな。そうですね。言ってやれなかったな。川名君かっこいいよなって、お姉ちゃん愛してお姉ちゃんのために仕事してんだよって、立派な人だよって。ただそれを言わないで隠してるからちょっとな大丈夫かなって。あの時会社のことで悩んでてさ、僕が経営者だからね相談してくれて、だから立派な人に絶対なるよ、絶対すごくなるよ。娘と息子が継ぐよ絶対。僕は同じ年じゃない。いや1個上でしたよ。あ、1個上なんだ。あ、そうなんだ。いや今日来てくれてありがとうございます。いやもうこちらこそです。本当に久しぶりにお会いできて、はい、まあまた機会があったらお会いしたり、こういうなんていうか、これはタワーごとっていう番組なんだけど、いろんな番組やってるから、川名さんのやってることもね、ただそこを終わらしてからやろうよ、世界に向けて、世界に向けて。まあそんなことで、はい、どうもありがとうございました。世界中が戦ってる、何かになるために、本当の自分を抱きしめられないで強がって戦っている。何かになろうとしている、誰かのようになろうとしてる。どんなに醜い自分だとしても、ありのまま抱きしめてやれ。今すぐに抱きしめてやれ。今すぐ